上の物入れ、普段はワインを溶く時、電波を発信する状態の電子機器類は使用できません。フライトモードなど電波の発信しない設定に切り替えてください。業務連絡です。キャビナ様の膝の上でしっかり抱いてください。この先着陸するまで携帯電話などの電子機器類は電波を発しない設定のままでご使用ください。5日です。はい。あ、やばいやばい。あ、やばい、当たりそう。よいしょ。よいしょ、強いです。これまだ取れてる。よいしょ。はい。あ、そっか。ライトか。この上からできます。あ、それさすがにきついですか。いけます。逆ににその方が映るんじゃないですかね。GoPro もしますしね。ここがボタンになります。1、2、3段階になってて、頭のこの肩だけに貸し出します。大丈夫かな。いけてます。いけてます。でもカメラがちょうど隠れてない。ちょっといじっちゃっていいですか。大丈夫です。全然。これでいけます。いけます。あ、いけてます。ちょうど乗っかってます。ありがとうございます。あ、そうっすね。ちょっと降りた方がいいっすよね。いけます。なるほど、ここが言ってたとこなんです。すいません。ありがとうございます。すいません。あ、そうっすね。ちょっと降りた方がいいっすよね。ありがとうございます。よいしょ。よいしょ。ありがとうございます。すいません。よいしょ。大丈夫です。すいません。よいしょ。めっちゃ優しい。ありがとうございます。すいません。めっちゃ下げないと。うわ、当たりそう。当たります。マングローブっていうのはですね、海水と淡水が入り混じる汽水域っていう場所にできる植物のことを言います。で、世界には100種類ぐらいあるって言われてるんですけど、日本にでは7種類くらいしかないって言われてますね。で、そのうち石垣には3種類あります。八重山ヒルギとおヒルギとメヒルギですね。これ八重山ヒルギなんですけど、なぜこういうふうに根っこをいっぱい出してるかっていうと、泥の中って酸素濃度が薄いんですよ。こういった場所に生息しているとやっぱ呼吸ができなくなるんですよ。なんでこういうふうに根っこをしてなるべく呼吸をしやすくしてるんですね。見えますかね。黄色い葉っぱありますよね。そこに塩分を集中して流し込むんですね。
でいらなくなったら自ら落ちるとこのくらいの高さまで普通に来ます。で根っこは完全に隠れて海の森とか言われたりしてますね。風結構石垣って台風とか多いじゃないですか。そういった時も僕台風の時一度来たことあるんですよ、こうマングローブに。どんぐらい風受けないのかなって気になって、でやっぱ中に入るとピタッて止まってました。やっぱすごいなと思って。はい。マングローブ説明以上になります。ご清聴ありがとうございます。はい、じゃあここからそのまま U ターンして。おしゃれっす。JCB 海外で使えない。マジでミス。JCB。ゴミか。やっぱどうですか。もうだから肉じゃが俺入ってないっす。肉入ってない。やばいっしょ。肉入ってないっす。ああ、名前何でしたっけ。泡盛です。何？泡盛です。泡盛。マルブロー、イラグチャ、イナフ。みんな作ってました。イナグチャ。それっす。美味しい。これがイナフ。これイナフみたいな名前でイナフク。服って多分言ってます。マグロ。ポン汁。おお。あ、ここに皿あればよかった。海ぶどうが大きい。
ナスチーズと味噌